回は女一人アンコールワット。こんにちは。今日は中部国際空港から出発します。ハノイ乗り継ぎで最終目的地はカンボジアのシェムリアップです。私小学校ぐらいの時にね、アンコールワットをテレビで見てめちゃくちゃ感動したんですよ。なんか世界にはこんなものがあるのかっていう衝撃を受けまして、今回はそのね、いつか見たいと思っていたアンコールワットを見に、女一人で旅しに行ってきましたので、ぜひ最後まで見届けていただけたら嬉しいです。洋食アジアンスタイルとはね、バターと塩昆布で表現されていたようです。サラダもね、ハムとかパスタとかいろいろついてて大満足でした。コップにね、パンが乗ってるの私地味に好きなんですよね。名古屋から5時間ちょっとのフライトでハノイに着きます。あっという間でした。今回渡航したのが2月末だったんですけれど、ハノイ肌寒くてね、びっくりしました。でね、こっから、シェムリアップに向かいます。さあ、カンボジアの地がね、見えてきましたよ。ほとんど土だね。シェムリアップ着きました。夕日がめちゃめちゃ綺麗。このシェムリアップアンコール空港は実は2023年に、リニューアルオープンしています。場所がね、市内中心部からちょっと離れたみたいです。今日はこの後エアポートシャトルバスに乗って街の中心部まで行きます。ちょっとね、いい時間がなくて、あと2時間半ぐらい多分時間があるんですよ。ところがどっこいね、私が乗ろうとしてた5時半のバスに今乗れてる感じです。定時通りに出発しなかったから間に合ったんですよ。ちなみに、SIM カードはこの3つある店のうちメタフォン赤色の店をね適当に選びました。最初はね5ドルで 30GB のプランを提示されたんだけどね、横の店とさ値段比べるわって言ったら、通話なしの15ギガで 3.5 ドルをね提示してくれました。イエーイ。でね、さっき言った通り、市内までね、ちょっと遠いので1時間ぐらいバスに乗ってました。でも8ドルだし、めちゃめちゃ快適だし、全然問題なかった。でね、そうこうしているうちに日が暮れてきたんですけど、なんか街灯もたくさんあるし、店も煌々とね、光っていて、私の中のカンボジアのイメージとだいぶ違うっていうことが分かってね、いい意味でショックを受けました。Thank you. We charge only $1. You don't need to walk. No, thank you. Where are you from? じゃ、結構明るくて歩きやすいわ。もっとボコボコだと思ってたら、ちゃんとね、舗装された道路ですよ。さっきのさ、バス降りたところで、トゥクトゥクおじにね、結構乗ってきなよって声かけられるんですね。でね、全部丁寧にお断りしたんだけどさ、私本当に地図読めなくて、Google マップで地図ね、見て、歩き出したんだけど、いやいや、そっちじゃないよ、みたいな感じで、優しく教えてもらいました。おめでとうございます。宿までね、徒歩15分ぐらいだったんですけど、途中で激安でね、カンボジア料理が、美味しいものが食べれるという店を発見しましたので、ここで夜ご飯を食べたいと思います。店内にエアコンはないんですけど、この暑い中でね、飲むビールが最高なので、これでいいんです。やばい、めちゃくちゃ美味しそう。なんかきしめんみたいな麺だね。いただきます。これはもうね、最高でしたよ。お肉はね、牛肉でゴロゴロ入ってるし、見ての通りね、野菜もたっぷり入ってました。
これはもう全人類が好きな味だと思います。癖もないしね、カンボジア料理かどうかはさておき、とりあえずマジでうまかった。着きました。ここに3泊します。なんかめっちゃいい雰囲気じゃない？このホテルは家族経営だったので、若干手が回ってないなって思うこともあったんですけど、何せね、ここ3泊で1万1000円ですから、1泊3000ちょっとぐらい。朝ごはんもついてるし、今から見せるんですけど、お部屋もね、綺麗だし、もうこれは何も文句言っちゃいけないですよ。ここがバスルームです。シャワーがね、ハンディがあってありがたい。で、ドライヤーもちゃんとあるし、ソープと歯磨きと櫛もあるね。お部屋はこんな感じです。広いし、エアコンもちゃんとありました。でね、何やらベッドがすごいことになってるんですけど、一人だけどね、こんな新婚旅行みたいな感じにアレンジしてくれました。お水が2本ついてて、ポットもあります。で、セーフティーボックスと寝巻きもありました。違うわ。タイでトゥクトゥク乗ってた。めっちゃ広いで快適です。実はこのトゥクトゥクチャーターは前日の夜にホテルの人に観光についていろいろ相談して急遽決めました。シェムリアップね、遺跡巡りで有名なんですけど、とにかくね、範囲が広いんですよ。最初はね、タクシーアプリで1回ずつトゥクトゥク呼べばいいやって思ってたんですけれど、結果ね、このチャーターしてほんとめっちゃ大正解でした。ちょっと理由はこの後お話ししていきます。今ね、ワンデーチケット買いました。こんな感じ。顔写真入りです。こういう感じでね、チケットをチェックする場所があります。人がね、一枚一枚照らして見てる感じ。これ今低照度モードで撮影してるんだけど、暗すぎるわ。何も見えない。ちょっと懐中電灯持ってきたから。シルエットめちゃめちゃ綺麗じゃない？すごい。これ暗くて映ってないんですけど、人がね、ものすごいんですよ。私、場所取り頑張りましたよ。そしてね、思った人もいると思うんですけど、これ朝日っていうか朝焼けが見える感じなんですよね。わかんない。季節によるのかな。とりあえずイメージとはちょっと違いました。もうすっかり明るくなって全部見える。大丈夫。大丈夫、ありがとう。めちゃくちゃたくさん写真撮りませんか、ワンダラーでっていう人がいます。
すごい涼しくてちょうどいいです。これは昼間はめちゃくちゃ暑くなりそうだね。なんか朝もさ、トゥクトゥクでここに来るまで真っ暗な中、風もビュンビュン当たって結構寒かったです。今日私ノースリーブに上に薄いやつ七分だけの羽織ってるんですけど、それでも寒かった。皆さん結構ね、ガイドさんを雇って、アンコールワットの中見学されてました。確かにこれはね、解説があるとより面白かったんだろうなと思います。今回私は一人で回ったので、チャット GPT さんに手伝ってもらって、今から代わりに私が若干の解説を入れたいと思います。アンコールワットってカンボジアといえばというような代表的な場所になってますし、国旗にもね描かれていますが、12世紀にクメル王朝のスーリヤ・ワルマン2世という人がね、ヒンドゥー教の神様であるヴィシュヌに捧げる寺院として建てたみたいです。これ世界最大級の宗教遺跡になっています。ただその後ね、仏教を信仰する王様が現れたことで、国の宗教自体がヒンドゥー教から仏教へと変化したみたいです。で、その時アンコールワットはね、壊されることなく仏教寺院として引き継がれる、再利用されたらしいんですよ。こういうの面白いですよね。で、ここは今もね、仏教寺院として使われているので、仏像が、たくさん置いてあるんですけれども、1970年代のポル・ポト政権は宗教の信仰を禁止していたので、頭がね、なくなっているものが多いです。気持ちいい。アンコールワットはお昼にもう一回来るので、この辺で一旦さよならします。次のね、遺跡に向かっているところです。風がね、吹いてめちゃめちゃ気持ちいい。ここはね、アンコールトムの入り口です。門がめちゃめちゃかっこいい。こんな感じ。アンコールトムっていうのはクメール語で偉大な都を意味します。この中にね、有名な寺院であったり、かつての王宮とかね、観光名所がいろいろ集まっている場所です。人間上手みたい。ここ早速すごくないですか？これはね、バイヨン寺院です。12世紀末に建てられたものなんですけれども、仏教とヒンドゥー教が融合したね、独特の建築様式が特徴になってます。この寺院の中で有名なのが、4つのお顔を持った仏様が彫られている塔がありまして、その顔がね、微笑んでるように見えるっていうことから、クメールの微笑みっていうような風にも呼ばれているみたいです。でね、この寺院の中、レリーフもね、たくさん確認できるんですけれど、ちょっと私が気になったのは、こういう遺跡って全部石でできてるんですけれど、だいぶね、雨とか風の影響で、薄くなってる彫刻が。なんかこうやって綺麗に見れるのってしっかりね、専門家の人たちが修復してくれてたり、そのためにね、いろんなところからお金が集まってるおかげだなっていうのをすごいありがたいなと感じました。で、さっきのね、仏様のお顔というのがね、こちら、ちょっと見えにくいけど、こんな感じです。これがね、微笑みかと言われるとちょっと微妙なんですけどね。ここからも見えます。
こちらは微笑んでいらっしゃるかと思います。2つね見えるね。カンボジアはね、猿に要注意ですよ。至る所でね、観光客の荷物をね、奪って漁っていました。続いてね、面白い神様のレリーフを見つけたので、少しご紹介します。これね、カーラと呼ばれるんですけれども、サンスクリット語でもともと時間とか死を意味する言葉です。時間、つまり全てを食べ尽くす存在として、あまりにもね貪欲だから、ついには自分の体まで食べちゃって顔だけが残ったみたいな感じで、伝わっています。なんかちょっと臭いと思ったら、これ多分コウモリのうんことかおしっこかな、そんな気がする。いっぱいいそうだね。遺跡の中で座って休憩してんのやばくない？今ね、竹生店舗っていうところで降ろしてもらいました。トゥクトゥクチャーターすればなんか有名なところにいい感じに順番に連れてってくれて、めちゃめちゃありがたい。このね、木々の間を抜けて進んでいくと徐々にね見えてくるのがたまんなかったですよ。めちゃ燃えました。またなんか狛犬みたいなのがいる。めっちゃ大きく口開けてるね。ちょっとかわいい。この竹生寺院は高さ45メートルもあるピラミッド型の寺院です。この階段ね、見てください。めっちゃ急なんですよ。で、この寺院の大きさ伝わりますかね。でね、さっきもアンコールトムの中にピラミッド型の寺院があったと思うんですけれども、この構造はね、神々の住む聖なる山っていうのを象徴しているみたいで、当時のヒンドゥー教建築の典型的なスタイルだったようです。カンボジア旅行するにあたって注意点で、ツアーとかでみんなで参加したとしても、絶対勝手に一人でね、なんか奥の方入ってったりとかしないでねって書いてありました。観光地はね、まあもちろん取り除いてあるけど、まだねたくさん残ってるみたい。カンボジアはね、1970年代から1990年代にかけて、内戦とかベトナムとの戦争の影響で、400万から600万個のね、地雷とか不発弾が埋められてたみたいです。カンボジア政府はね、2025年までに地雷撤去を完了するっていうのを目標としてたみたいなんですけれども、やっぱ実際には厳しくて、今は2030年を目標としているみたいです。これレプリカじゃなくて本物だからね、すごいよね。トゥクトゥクで降ろしてもらったところから5分ほど歩いて、やっとタプローム遺跡到着しました。このタプローム遺跡は12世紀末に建てられた仏教寺院です。でかつては僧侶とか学生、病人など1万人以上が暮らしていたと言われる巨大複合施設だったみたいです。ただ時代が変わってヒンドゥー教が主流になると、この遺跡はねそのまま放置されて森に飲み込まれちゃったみたいです。その結果ね、今この目の前に見ているような建物と木が一体化した不思議な風景が出来上がったみたいです。で特に有名なのが、ガジュマルの根っこですね。これ遺跡の壁を抱きしめるようにね伸びていて、もうまるで生きているかのようなね迫力がありました。
で、この遺跡ね、あえて修復のしすぎはせずに、自然と遺跡が共存している姿をね、残しているのも他のアンコール遺跡とは違う魅力かと思います。シェムリアップね、来たらもう絶対外せないスポットだと思います。このトゥクトゥクに乗ってるのが気持ちよすぎて本当にいい思い出になったんですけれども、私がトゥクトゥクのチャーターを押すのには他にも理由がありまして、遺跡巡りをするときにね、その入り口にたくさんトゥクトゥク待機してるんですけど、これみんな私のようにチャーターされてるものなので、その場でね、タクシーアプリで、トゥクトゥク捕まえるみたいなのはちょっと難しそうな感じでした。で、グラブでね、一回ずつ呼ぶってなると金額も高くなるだろうし、時間のロスもあるし、やっぱ、あと面倒ですよね。で、遺跡館は結構ね、離れていて、昼間ってかなり気温が高いし、歩くのはね、ちょっといい手ではなさそうでした。バイクとか自転車も借りれるけど、だいぶ体力ないときつそうっていう印象です。でね、トゥクトゥクはホテル専属の人たちがいるので、ホテル手配が安心かなと思います。もう一回行きました。今ね、昼の1時なんだけど、さすがに暑い。日差しがめちゃめちゃ強いです。これ同じところ通ってるんだけど、明け方歩いた時、ほんと真っ暗だったからさ、こんな外側には堀があるなんてことも知らなくて、何も見えないからね。これ余裕でこんな日もさ、突っ切って落ちちゃう人いる気がするんだけど。写真大丈夫？写真juga ありがとう。うん。うん。大丈夫、ありがとう。この日も明け方から前髪終わってたからね、あんま写真撮りたくなかったんだよね。すげえ。今日の早朝、アンコールワットすでに来ていますけれども、朝焼けを見るっていうことは、つまり午前中は逆光になるんですよね。で、私はアンコールワット綺麗に写真に収めたかったので、午後もう一回来ました。で、昼は、こんな感じで人もね、本当に少ないので、ゆっくりじっくりね、夢見ていたアンコールワットを見ることができました。好きな場所に好きなだけ入れるのは一人旅の醍醐味です。この道の両側にある手すりみたいなものなんですけれど、これ手すりじゃなくて、ナーガっていうサンスクリット語で蛇を表す、神様なんですね。7つの頭を持っています。ちょっとめちゃめちゃわかりにくいんですけど、こんな感じです。この時午後2時ぐらいですね。早朝から遺跡巡りしてたので、結構ヘトヘトです。ホテルにね、今戻っているところです。ここでね、注目ポイントは街の綺麗さです。本当にね、ゴミが落ちてないんですよ。ホテルに戻った後にやってきたのがこちらのカフェです。めちゃくちゃおしゃれ。正直ね、こんなとこあると思ってなかったよね。これアイスラテもね、チョコクロワッサンもめちゃめちゃ大きいんですよ。それで520円。超安い。この日昼ご飯食べてないんですけど、結構もういい時間だったので、夜たくさん食べることにしました。外がね、めちゃめちゃ暑いんで、この氷たっぷりのアイスラテが最高でした。このね、チョコクロワッサンも、パンをボロボロ落としながら全部食べました。美味しかったです。カフェの後にね、隣にあるスーパーでお土産選んだんですけど、ばらまきにいものすごいたくさん見つけたので、ちょっと別動画にしました。なんか似た名前のレストランだったからさ、間違えて入っちゃった。でも普通に出てきた。まだ何も注文してなかったからいいよね。
こっちだよ、こっち。クメールっていうレストランいっぱいあるね。はい、というわけでね、私カフェでお茶をした1時間後にはもう夕食を食べにここに来ました。いい匂い、めっちゃ美味しそう。これさ、1品ずつにそれぞれご飯がついてくるから2個ね、律儀に持ってきてくれました。1個断ったけどね。あとお水が無料でついてきました。ではまずカンボジアの代表的な家庭料理であるロックラックから食べたいと思います。こちらね、このブラックペッパーとライムのソースがついてくるんですけど、もうこれまたパンチが効いてめっちゃ美味しかったです。で、肝心のお肉なんですが、うますぎる。もうね、柔らかいんですよ、この肉。正直ね、カンボジアで食べる牛肉ってどうなんだろうって疑ってたんですけど、ほんと柔らかくて、矯正中の私でもね、パクパク食べれちゃいました。ベースはね、オイスターソースとか醤油、砂糖で味付けしてあります。甘辛でね、ほんと美味しかったです。お肉はね、こんな感じで小さく切ってあるから結構食べやすいです。続いては私の大好きなブロッコリーです。大きい大きい。食べ方汚くてすいません。これはね、ニンニクがガツンと効いてマジでしびれるうまさだった。味濃いめでね、めっちゃお酒が進む味だったんですよ。この日早朝から遊んでたからちょっと悪酔いするかなと思ってジンジャーエールにしたんですけど、ビール飲まなかったことをめちゃめちゃ後悔しました。ブロッコリーはね、茎のところも薄く切ってあって、それもまた美味しかったです。お腹いっぱいで眠くなってきたわ。皆さん、今回の動画いかがだったでしょうか。次回は3日目カンボジアということで、今回初めてね、現地ツアーに参加してきました。水上村行ったりとか、あとこんなね、絶景を楽しんできたので、よかったらぜひ次回も見てください。では今回もご視聴ありがとうございました。